一杯のコーヒーを入れるために何人の人々が必要なのでしょうか。多くの人にとってそれは少し場所を移してさっと注ぐことで済みます。しかしこのありふれた定番の飲み物は世界にわたる過程の末にもたらされたもので、そのコストと複雑さはあなたの想像をはるかに超えているかもしれません。それは遠いコロンビアの町ピタリトのような場所から始まります。そこでは家族経営農家が地元の森林を皆伐し、そこにコーヒーの木の木々を整然と並べています。この低木のような植物はエチオピアで初めて栽培植物化され、現在では赤道地域の至るところで栽培されています。各低木にはコーヒーチェリーと呼ばれる小さなベリーが鈴なりに実ります。同じ枝にある実は異なるタイミングで熟すことがあるため、手で摘むのが最も良いのですが、実の摘み方は各農家で独自の方法を用います。ピタリドでは収穫者が高地において日の出から日の入りまで非常に低い賃金で、骨の折れる作業を行い、作業番ごとに25キロ以上を摘み取ります。それから労働者は摘み取ったチェリーを湿式ミルへ運びます。この機械で実から種子を取り出し、これらを密度で選別します。最も重く香り豊かな種子はミルの底に沈み、そこで集められた種子は発酵のために1日か2日水の入った桶に置かれます。それから労働者は残りの実を洗い流し、外に出して乾燥させます。この作業を機械で行う農家もいますが、ピタリトでは種子は大きな網の棚に広げられます。それから労働者は3週間以上かけて種子を定期的に鳴らし、種子をムラなく乾燥させます。コーヒー豆が一旦乾燥すると、いくつもの専用機械がある工場へトラックで運ばれます。種子を送風機で再度密度ごとに選別し、種々のふるいの組み合わせで大きさごとに襟分け、そして光学スキャナーで色ごとに区分します。ここで Q グレーダーと呼ばれる専門家が焙煎し、コーヒーを入れるための豆を選び出します。カッピングと呼ばれる過程において、そのコーヒーの味と香りや口当たりを評価し、その品質を決定します。これらの専門家が豆にグレードを与えると、出荷の準備が整います。労働者は乾燥選別されたコーヒー豆が70キロまで詰められる南京袋を1台につき21トンまで運ぶことができるスチール製の輸送コンテナに積み込みます。熱帯の港から25人以上の船員が働く貨物船で世界中にコーヒーを輸送しますが、米国以上にコーヒーを輸入する国はなく、ニューヨーク市だけでも毎日何百万杯も消費されます。コロンビアからニュージャージーへの長い旅の後、私たちのコーヒー豆は税関を通ります。港湾労働者が一旦コンテナを下ろすと、18輪のトラック隊がコーヒーを近くの倉庫へ輸送し、それから焙煎所へ運びます。そこで豆は焙煎機に投入され、金属製のアームでかき混ぜられ、ガス火により熱されます。近くにあるセンサーでコーヒーの湿度や科学的安定性、温度を監視し、訓練されたコーヒー技術者がそれらのレベルの調節を20分の焙煎サイクルにわたり手動で行います。この過程により種子内のオイルが放出し、ひいてコーヒーを入れることができる暗褐色で芳醇な香りのする豆に変化します。焙煎後、作業員たちは約 2kg の袋に豆を包装し、何台もの小型トラックで街中のカフェや店に配達します。さあ、あなたが匂いを嗅げるほどコーヒーは近づいてきました。しかし最終段階のためにさらに助けが必要です。各コーヒー会社には仕入れ責任者がおり、世界中から来る豆を注意深く選びます。物流チームは豆の配達ルートを調整し、街中の素晴らしいバリスタたちがこのカフェイン入りの万能飲料を今かと待っている多くの顧客に提供します。全体として意図された目的地へコーヒーを届けるために何百人もの人々が関わっていますが、その数でさえこの旅を可能にするインフラを支える人たち全ては含まれていません。それらの人々の多くは危険な環境において低賃金で働いており、中には全く支払いを受けてない人もいますので、私たちはこの商品の裏にある世界規模のネットワークに驚嘆しつつ、この完成品を評価する以上にそれを作り上げてきた人たちを評価しましょう。世界で人気のある飲み物の一つ、お茶はどうですか？それはどこから来て、どのようにして人気を獲得したのでしょうか？このビデオで古代からのお茶の歴史をたどってください。